こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。今回はですね、スケッチブックツアーの第7弾になります。このスケッチブックは主に週末などにネイチャージャーナリングで使用しました。このスケッチブックは手作りのもので、23見開き46ページしかないので、だいたい去年の7月からなんですね。9ヶ月ぐらい。毎週書くわけではないので、だいたい9ヶ月ぐらいですね。これはですね、長野県の小諸市っていうところに行く用事があったので、開古園にちょっと観光してきたっていうことですね。ホウジロがね、なんかこう子育てをしているような感じのところを見ることができたのと、あとは7月なんですけど、ツバメですね、がまだね、子育てしていて、ちょっと標高の高いところだったのかな。あとは、大農わさび農場っていうのかな、安曇野のところにね、行った時に、青旗トンボっていうなんか面白いトンボがいたのと、忘れな草が綺麗にね、池とか川の周りとかにね、咲いていたので、それを描いたんですね。はい。で、これは初めてライブ配信をした時に書いてみた菊芋なんですけど、これはね、最初はこのネイチャージャーナルの中にね、書いて、やろうと思ったんですけど、その後バインダーの方にすることにしました。ちょっと分けてね、整理したいなと思ったので、でもこれはネイチャージャーナルにね、書いてみたんですよね。いろんな角度から書いたり、前景を書いたり、アップを書いたりっていうのをやってみたんですよ。これはメンバーシップになってるのかな、ちょっと覚えてないけど。みんなに見てもらったやつだと思います。これはメンバーシップにしないで。はい。そしてこれが、いつも行く、玉川台公園のあたりですね。なんかこの面白い芋虫がね、サイクリングロードを歩いてたりしたのとか、なんかすごくね、綺麗だったんですよね。この朝のね、多摩川が空のね、紫色を映してとっても綺麗だったんですよね。これは暑い時期ですね。はい、そしてこれが野鳥公園でみんなで集まってね、ネイチャージャーナル会をした第1回目ですね。第1回目のネイチャージャーナル会で書いた時ですね。なんかキノコが生えてたり、千人草がね、すごくたくさん咲いてて、そこにクマバチだとか、カナブンみたいなのがいっぱいいたっていうのと、コムクドリもね、見れたんですよね。あと、ヌスビトハギを描いてらっしゃる方がたくさんいましたね。まだ9月だったんですけど、とっても暑い時でしたね。で、これは私がいつも行く干潟ですね。これももう秋になってきて、これ旅鳥が、青足シギが結構近くまで寄ってきてくれたり、あとバンも見れましたね。なんかすごい面白い顔して、こんな大きなね、ハゼみたいなのを食べてたんですよね。ミサゴなんかもね、見れました。とっても綺麗だったんですよね、なんか、干潟がね。はい、そしてこれが平塚に行く用事があったので、そこからね、レンタルサイクル借りて、大磯まで行ってきたんですよね。そしたら、青バトがね、ちょうど見れる時期だったみたいで、青バトのなんか研究してらっしゃる方にお会いしたりして、で、その方にバッジもらったりとかして、あとはなんか、貝殻とかね、集めて、とっても面白かったですね。また行きたいな。もうちょっとね、早めに行った方がいいですね、青バタを見るんだったらね。なんかもう、終わりがけの時期だったみたいですね。はい。そしてこれが、長公園ですね。これは2回目のネイチャージャーナル会ですね。紫しじみじゃなくて、なんだこれは。紫ツバメか。いろんな虫、昆虫が見れたのと、ホタルガとかね、オオタカもいましたね。拳の冬目とかね。で、秋なのでね、犬立てがたくさん咲いてました。はい。で、これは、三池公園っていう、神奈川県側にある公園があるんですけど、そこで、ホトトギスが綺麗に咲いていたっていうのと、なんか綺麗な秋なのでね、キノコがね、いろいろ咲いてたのと、あとなんかこう、スダジがね、面白いなと思って、どんぐりがね、描いたんですよ。ちょっと食べてみたら薄味の栗みたいな味がしましたね。はい。
そしてなんかこの頃からですね、ちょっといろんな画材を試すようになってきて、で、これは、インスタで見たイギリスの方のオンラインクラスをちょっとやってみて、で、その時にカランダッシュが面白そうだなと思って、ちょっと試してみたやつですね。あと、なんか、不透明水彩ももうちょっと上手になりたいなと思って、使い始めてみたんだけど、なんかもう全然美味しそうに描けないんですよね。使い慣れてないからなんか、すごい難しいですよね、こういうのって。まあでもなんか、いろいろやってるとなんか楽しくなってきて、これもだからカランダッシュを使って書いてみたんだけど、まあ、なかなか難しいですね。あとね、なんかこういう風に、2色使って表現するのもなんか面白いなと思って、すごくね、ずっとペンと水彩にこだわってたんですけど、なんかこうマンネリ化してきちゃうなと思って、で、いろいろ使ってみたら面白いんじゃないかなと思ってやってます。なんかもう過程もね、全部残していければいいかなと思って、そのビデオにも撮ったりしてやっていこうと思ってますね。で、そしてこれが、第5回目のネイチャージャーナル会ですね。ずっとね、野鳥公園でやってたんですけど、この回から新宿御苑で別の公園でね、やってみることをすることにしました。なんかね、やっぱり、野鳥公園ちょっとね、交通のアクセスが悪いので、集まってくださる方にもなんか、ちょっと遠いのかなとか思って、別のところでやってみるのもいいのかなっていうふうに思ってやってみたんですけど、新宿御苑ってね、なんか大きな木がすごくたくさんあって、あんな都心にあるのに、もう森なんですよね。なんかすごい面白い木がいっぱいあって面白かったです。これ2月ですね。これが、3月1日、もう一回新宿御苑でやった時ですね。で、この時はね、梅が満開で春の兆しがあって、福寿草とかが咲いてたりしましたね。そして、1ページで収まりきらなかったので、もう一枚書いたんですけど、このなんか大きなプラタナスがすごい、なんだろう、面白くて、上はね、4本に木が分かれてるんだけど、多分これ下繋がってるんですよね。なんか1本なのか、何なのか、4本なのかっていうのがとっても気になったっていうことですよね。何でもそうなんですけど、分類して名前をつけたりとかしているのは、なんかこう人間がそうやってやってるだけの話で、なんかあんまり植物からしたら別に関係ないだろうなっていうのですよね。なんか、ね、北アメリカで、が生まれ故郷のね、こういうプラタナスもね、100年以上生きて、こう、毎年ね、芽を出して、また葉を出してとかっていうのを繰り返してると思うと、なんかすごいなーとかって思いました。なんかね、この葉っぱの先端のところがなんか空洞になってるのが気になったんですけど、ここはなんかこう、冬芽をね、包んでるっていうことなんですよね。これもなんか実も面白いですよね。この冬芽ね、ここの先に葉っぱがついてるってことですね。はい、これはですね、3月にちょっとね、水戸に行く用事があったので、偕楽園を観察してスケッチをいろいろしてたっていうことですね。この時はですね、寄生植物っていうのかな。そういうのが面白いなって思っていろいろ書いてたんですけど、これは、宿り木ですよね。半寄生植物。で、梅の木をこう見てたら、梅の木苔って、これは地衣類ですよね。で、まあその同じ木にですね、軒忍っていうのがあって、これが着生植物っていうらしいんですけど、なんか、場所を借りてるだけだよね、これは。で、これは自分で、これもね、場所を借りてるだけで何も木の養分は別に必要としていない。で、これは半分寄生だから、ちょっともらってるっていう。で、非連雀とか気連雀が、この実をね、好んで食べるらしいんですよね。面白いと。そうですね。その偕楽園の中では、シメとか赤原がよくいましたね。で、次の日かな次の日に、霞ヶ浦にちょっと曇りだったんですけど、ちょっと寄ってもらって、で、そこで紅益子のね、オスを見ることができてとっても嬉しかったですね。
そしてこれはエッジの近くで春っぽくなってきてですね、だんだん柳の芽が出てきたので、本当に何も葉っぱがついてない状態からね、だんだん緑が濃くなってくる。あとは菜の花ですね。アブラナの方ですね。西洋カラシナとこのアブラナの違いはこの葉っぱのところの見分けですよね。あとなんかこっちの方が多分先に咲くってことなんですかね。今なんか西洋カラシナがね、満開なんですよね。ウグイスとかもいました。うん、まだね、いろんな、常備滝もまだ3月だというし、大判とかね、大樹林もまだいましたね。はい、もっとね、これは、20日だけど、これまで2日後か。2日後だけど、もっとたくさん芽が出てきたんですよね。で、西洋カラシナもちょっと咲いてきたりとかして。で、北手葉がね、いっぱい飛んでました。はい、これは、4月の5日、今月の5日ですね。の、上野恩賜公園で、ネイチャージャーナル会をした時ですね。なんか初めて行くところなんで、何を書こうって、ちょっと心配になるんですけど、でも大体ね、いつもね、書きたいものがいっぱいあるんですよね。なんか歩き回ってると、あ、これ何みたいなのがいっぱいあって。ね、そうかと思うとなんかこう、ね、本当に車道とかのそばをね、ウグイスがちょんちょん動き回ってたりして、オスがね、さえずりもしてたりとかしてね。あそこもね、なんかすごい都会なのに、ユリカモメ、頭がね、ちょっと黒くなってきてるユリカモメもいましたし、なんかいろんな花も咲いてて。桜ももう終わっちゃってるかなって思ったんですけど、まだまだ満開でしたね。これはちょっとそのネイチャージャーナル会の時に発色の小さいパレット持ってたら、それでどうやって塗るんですかみたいな感じのことをおっしゃってた方がいらっしゃったので、発色でどうやって塗ってるのかっていうのをやってみようかなと思って、で、これ作ったんですけど、この部分全然撮れてなくてですね、撮影できてなくって、なんかこっから始めたっていう、なんか、そういうこともあるかな、みたいな。はい。そしてこれが、先週ですね。ちょっと、干潟の方行こうかなと思ったんですけど、なんか旅鳥も全然いなくてですね。でもなんかこう、木の芽がすごいいっぱい出てるっていうのが面白くて、よしかおぎかわかんないけど、それの芽を描いたり、あとはみかんとか、拳もね、芽が出てて、あと富士とか、あとはなんかこの、ちょっと何の木かわかんないのとかね、これも何の花かちょっとよくわかんなかったんですけど、あとね、コチドリがもう来てましたね。うん。まだ、ヒドリガモとか、青ジとかもね、渡ってなくって、夏鳥とツバメも来てたので、なんか夏鳥と冬鳥が一緒にいるみたいな感じでしたね。そしてこれが昨日ですね。昨日は上流の方に今度行ってきたんですけど、玉川台公園の辺は、西洋カラシナがもう一面に咲いてて、ものすごく黄色くなってて綺麗でしたね。あとは、鳥羽のコゲラとか、青ジもまだいましたね。あと、オナガもいたのかな？オナガもなんか、群れでいたのと、イカルチドリがいたのと、あとすごく綺麗な声でガビチョウが鳴いてましたね。あと夏組が咲いてたのと、このキランソウっていうのがすごい綺麗だなと思って、その紫のね、もうちょっと青かったかな。遊化粧もね、なんかこう石垣のとこからこう生えてきてて、楽しいですよね。今いっぱい花が咲いてきたので、もう描くものにも全然困らない感じですね。ちょっと冬はね、なんか何描こうかなって思う時もあるんですけど、でもそういう時は木を描いたり、落ちてるものを描いたりね、するのもいいと思いますし、自分の画材をね、いろいろ研究するのがいいんじゃないかなって思うんですよね。なんか私は今パステルに凝ってるんですけど、ペンと水彩っていうのはね、もうすごく結構昔から使ってるんで、もうお決まりというか、どういう風に動かせばどうなるかっていうのが大体多分分かってると思うんですけど、
こう、パステルって何をどういう風に重ねたら、順番がどういう風にすればいいかっていうのがもう全然わからなくて、もう試行錯誤しながらやってるっていうのが楽しいんですよね。で、なので、今からこう、ネイチャージャーナルとか、こういうスケッチみたいなことを始めようかなって思った方も、そう、家庭も楽しむつもりでやってみるといいんじゃないかなって思います。はい。というわけで、今回はスケッチブックツアーということで、これ DIY スケッチブック、手作りのスケッチブックの4冊目なんですけど、それが終わったので、ちょっと、まあ、どんなものを書いてるのかなっていうのが分かればいいかなと思って動画にしてみました。はい。今回も、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。